ババンバンバビバビバビバババンババンバンバビババンババンババンバンバビバビバビバババンババンバビバババン。はい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこに夕飯の残りのカリカリと鰹節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押してスパッチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、白茶のゆりさん、グレーのぐーちゃん。画面に収まっておりませんが、チャット欄のまさるくん、白黒のくーたくん、三毛猫のたまちゃんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。あ、一応煮干しを置いといたのに全然見えてない。全然見えてないな。鰹節もこっちは残ってるな。お、たまちゃんが登場するかな。さて、今日はライブ無事にやることはできるんでしょうかね。最後まで、やることはできるんでしょうか。ハラハラドキドキの展開でございますが、一日一個猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時にジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。では、いきますよ。せーの。ジャスティース。たまちゃん、ジャスティース。今日は塩入りの白湯。結構あったかい感じで残ってるな。朝沸かしたお湯なんだけどね。なんか今日あんまり飲んでなかったみたいで結構たっぷり残ってたので、今日は塩入りねの白湯にしてみましたよ。よしさん、ジャスティス、パソコン復活したみたいでよかったですね。ねえ、なんか昨日ね、カニタンさんがさ、YouTube のせいみたいなこと言ってくれたけどさ、まあもしかしてうちかと思ってさ、だって他にライブしてる人たち普通にライブできてたもんね。うちだけなんか画面っていうか途中で配信切れてたよな。で逃げるんだ。はい、無事受け止めることができました。セーフ。
セーフでございますね、今日はね。はい。で、なんだっけ、昨日ライブか。ね、で、30分ぐらいさ、頑張ってやったんだよね。なんか普通にアーカイブは残りそうな雰囲気だったからさ、30分ぐらいやって、ただまあね、誰も見てないから、誰も見てないけど、0人ではないんだよ。1人2人いるわけよね。だからさ、0人ではないんで、どうしたらいいんだろう、これ。繋がってるっぽい気がすんだけど、と思って。まあでもね、みんな、なんだ、コメントの方が多いわけよ。だから繋がってる人よりもさ、なんかおかしいよなと思って。なので、まあこれ以上続けててもしょうがないかと思って。で、まあやり直すにしてもさ、ね、うちが原因だとさ、キーボードいろいろ押してるけれども、大丈夫かな、ライブは続いてますかね。今日は物理的な、障害が起きておりますが。いろいろなんか辞書とかなんか出てきたぞ。ってなんか入力されてるけど、これ消えないけどどうしたらいい？消えた。んが消えない。消えました。よかったよ。でね、昨日はもうダメだなと思ってね、あの、やめたね。終了したんだよね。ちゃんとじゃんけんぽいして、次回も見てくれるかな、いいと思うってやって、エンディングやって終わったのにさ、なんか途中で切れたよな。だから多分ここに私が喋ってる時に、なんだ、接続が切れましたっていう、ね、メッセージが出たタイミングでおそらくもう切れてたんだろうなっていう感じで、ね、だから昨日結局、やらずじまいで正解だったな、みたいなね、感じだったな。ヨッシーさん、これはもしかすると、新パソコン、到着かな、到着までライブ休止かと思いました。ね、そうだよね。パソコン買った方がいいっていうお知らせか。そういうことか。なんでこれね、何かしら意味がないことは何もないからね、何かしら意味があるはずだからね。まあそこに意味を見出すかどうかっていうね、問題なだけで、意味があったっていうふうに考えるとすると、そうだな、パソコン新調する必要があるっていうことかもしれない。確かにな。もうさ、動画の編集のしすぎでさ、もうさ、右手がさ、すごい力いるわけよね、これ。ボロいから。もうさ、右手の疲労がね、激しくて腕と右手とな。もうね、慎重しろっていうことだよね。てんたまさん、藤子さん、皆様、こんばんは、ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。てんたまさん、自分も、熱暴走したと思いました。熱暴走した感じなのか。そうなのかな。まあね、まあ、浮いてるから別におしっこが原因ではないとは思うんだけど、都におしっこはされてるしなっていう感じだよな、この子もな。なかなかの苦労をね、おかけしておりますよっていうね、感じかな。そうで、昨日は結局さ、ささみ食べてくれなかったじゃん。で、鰹節もまぶしたのにさ、その鰹節も無駄になったしさ、で、油もさ、まぶしたじゃんか、乾燥しちゃうからと思って、で、まあ、その油も無駄になったじゃんか。で、結局、チュールかけて、チュールしか食べてくれなかったからね。で、その後さ、あの後さ、カリカリをかけたわけよ。結局みんな昨日、ね、朝の黒缶しか食べてないから、何も食べてないもんね、と思ってさ。でね、マチャがさ、お腹すくと共食い始めるからさ、ちょっと夜中に共食いするのやめてほしいよと思ったんでさ、カリカリ振りかけたわけよね。で、まあ、それで食べてくれるかなと思ったらさ、なんと朝起きたらカリカリすらも手出してなくて、結局あそこに乗せたものは全部食べてくれてなくて、全部無駄になっちゃって、もうダメだと思ってね、もうしょうがないから朝泣く泣く捨てたよね。全部無駄になったと思ってさ。とほほっていう感じでしたよ。昨日の続き。
お話ししてみましたみたいなな。で、あとはなんだっけ、今日何があった？そう、今日はなんかさ、天気、昨日の時点の予報だとさ、あんまり良くなさそうな感じだったからね、洗濯できないかなって思ったんだけど、今日の方がさ、逆に昨日よりも晴れてたんじゃねっていうぐらいのね、天気だったんだよね。だからまあそこそこ、まあ祭りってほどではないけど、本当はこのシーツとかさ、こたつ布団とかさ、もう寒くないから洗いたいとこなんだけど、ただ、なんかそんな時に限ってにゃんここたつに詰まってるわけ、おとなしく。なんか知らんけど。だからちょっと洗えなくてね、みたいな感じでね。今日はでも普通に、洗濯ができてよかったんだけど、たださ、ここにさ、かけてるさ、ゆりさんのね、夜中におしっこされるおしっこシーツなんか今日はどうもね、されなかったっぽいと思って、汚れてなかったっぽい、よかったよと思ってさ、洗濯しなかったんだよ。ただ匂いがするのがおかしいなと思ってたの。ただ匂いもさ、あっちこっちにされてるからさ、さすがにね、もうどこから匂ってるかわかんないんでさ、なんか匂いが染みついてんのかなと思って、匂いすんなと思ったんだけどさ、シーツにされてたんだよね、しっかり。あ、これが匂ってたんかと思ってね、それをちょっと今日は洗い損ねちゃったんで、明日晴れてくれると助かるんだけどな、みたいなね、感じでございます。よしさん。腕の疲労は動画編集用新型マウスを使うとある程度は効果あるようでそうだろうな。動画編集用マウスはマウスを動かす必要はなく、マウスがついてる球体を動かすだけで楽だそうです。あ、ねそうでさ、Mac を使ってるからさ、Mac のマウスにコロコロないわけよね。でさ、Windows の方はコロコロがあって、で、仕事の時は Windows なんでさ、最初は使い方わかんないんで慣れなかったんだけど、コロコロになれるとさ、普通になんかコロコロしそうになるもんな。ただ今、うちの環境がマウスがないんで、そういう間違ってなんかしちゃうみたいのがないんだけどさ、なんかね、マウス掴むとなんかコロコロしそうになるんだけど、あ、なかった。なかったみたいな感じになるんだよね。あとなんだ、右クリックとかもさ、なんか慣れちゃったけどさ、ないんだよね、Mac にはね。だから右クリックしようとして、あ、なかった。っていうことになるよね。だから車もそう、車もさ、ウインカーと、あとなんだっけ、ウインカーと、あれ、なんだっけ、ワイパーか。ね、左ハンドルだと逆になるんだったっけが、で、いつもね、間違えちゃうみたいなことをね、よくやったんだけど、まあそういう状態になるよな、マウス触るとな、Mac でな。で、あと今日か。今日はね、そう、黒缶がそろそろなくなってきたからね、やばいと思って。黒缶な。ね、黒缶ならやっぱり結局なんだかんだと食べるわけよね。だから黒缶が結局いいんだろうなと思って、ね、黒缶に戻す、どうするみたいな感じなんだけど、黒缶高いんだよね。で、そろそろなくなってきたんで、あ、やばいな。買うならそろそろ買わなきゃいけないんだけど、みたいなね、感じだな、たまちゃんな。それ食べてくれ。食べてくれよ。なんで食べないのかな。みんなほんと食べなくなっちゃったな。で、今日は農協行ったのか。今日は農協行ったけど、スナップエンドウが売ってたんだね。だから、さやエンドウがもう成長してスナップエンドウになってんのかと思って。うちの豆苗は全然まだまだ豆をつける気配はないんだけど、まだね、ネットに絡まる気配がないんだけど、もう成長がもうほんとうちの植物たちはさ、栄養がないもんでさ、緩やかすぎて全くもって実がなりそうにないんだけど、もうスナップエンドウになってるのかって感じでね、さやエンドウとスナップエンドウとあったんだけど、まあとにかくさ、入ってる量が少ないわけよ。で、今日数えたよね。今日数えたよ、さすがにな。
で、スナップエンドウはね、7個。7本っていうのかな。7本1袋でね、100円。なんかちょっと買う気になれないんだけど、私だけでしょうかみたいなね、感じかな。なので、今日も農協ではね、買わずじまいで、農協で買わないときはスーパーでも買わねえみたいな感じになってきてな。今日も、スーパーにも行かず、外に出ず動画編集してましたよ、みたいな、感じだったかな。で、そう、今日はね、動画編集ね、もう、集中してやったおかげでさ、7時ぐらいに終わったわけよね。で、終わったぞと思ってさ。で、まあ、まだ次のね、編集があるからそっち移ればいいんだけどさ、ちょっとね、話のネタがないので、話のネタにたまには映画でも見とこうかと思ってさ、で、見たいなって思ってる映画、メモしてあったんだけどさ。で、それを検索して、なんか最近はね、無料で映画見れるところないっぽいな。だけど YouTube でその期間限定で無料でね、公開してるチャンネルがあるみたいで、検索してたら、なんかね、その自分が見たい映画じゃないのがヒットしたんだよね。なんでだろうと思って。なんでだかわかんないけど、ただコメント欄に今まで見た中で、なんか一番いい映画でしたみたいな、公開してくれてありがとうみたいな、なんかそんなようなコメントがなんか残ってるんで、ああ、じゃあ面白いかなと思って見たんだけど、ちょっとわかんない。ちょっとわからない動画だったんで、要は人間の関係性が分かってないとね、理解できない映画だったんだけど、その関係性が理解ができなくて、ちょっと微妙にわからない映画だったんだけど、それが、なんだっけ、大いなる遺産大いなる遺産っていう映画なんだよね。で、どんな映画かなと思って見たんだけど、まあ、それをさっき、結局関係性がわかんないから、その関係性説明してくれてる動画ないかなと思って探したんだけど、ちょっと見当たらなくてね、わからないまま話すしかないみたいなね、適当な感じでございますよ。よしさん、スナップエンドウ7本100円は高いですね。そうだよね。大きさ不明ですが、普通にスーパーで売ってんのと同じか、ちょっとちっちゃいかなぐらいな感じ。こちらは12本100円ぐらいです。茹でて塩で食べていますね。でも12本で100円でもさ、まあそんなに安く感じないよね。安く感じないけどさ、でもね、7本100円はやっぱり高いだろう。1個10円以上するっていうことだもんね。で、サヤエンドウはさすがにもうちょい入ってるんだけど、でもスナップエンドウこれで7本って考えると、おそらくこのサヤエンドウは、せいぜい10個だよね。10個ぐらいだよね、と思ってさ、ってなるよな。そう、美味しいんだけどね、美味しいのは分かってんだけどさ、少なくねって感じなんだよね。てんたまさん、タイトルからして難しそう。ああね、タイトルからしてどういう話なのかがちょっとさ、見当がつかなかったわけよね。もう全然違う。その私が検索したやつは、なんか植物が地球を守るみたいな、なんかそんな感じの内容の映画のタイトルを検索したらそれがヒットしたの。どっから、どっからかなみたいな感じでわかんないけど、まあなんかご縁でもあったんかねと思って、今日はちょっとそれをさ、見てみたけどね。まあ本読んでればね、本読んでれば理解できたのかもしれないけど、その人間関係がわかればね。で、話のネタバレになるかわかんないけど、
ネタバレを話すと、主人公が、男の子でね、で、貧しい家に、両親もいないわけよ。で、兄弟とかもいなくて。ただ、お姉さんね、20歳年が離れたお姉さんがいて、で、その旦那さんがいて、でね、3人で、家族っていうのかな、で暮らしてるっていう感じなんだけど、その20歳年が離れたお姉さんっていうのは、まあ、気性が荒いっていうのかね、もう常に怒ってるっていうか、だから旦那さんとその主人公の男の子は常にビビってるような状態で、ただこの二人は気が合うみたいで、すごい仲良く暮らしてるんだよね。で、その旦那さんの方の、なんか親戚だかなんかで、なんかね、貴族っぽい感じの人がいるんだよね。で、その人たちが集まってよくね、うちで食事とか、なんかしてるような感じなんだけどさ。で、その貴族っぽい関係で、なんか貴族の人の知り合いがいるのかな。で、そこに、主人公の男の子が、なんかね、呼ばれるみたいなね、仕事が、始まるんだよね。で、その男の子、最初冒頭に、道端に倒れてる不老者みたいな人に脅されるんだよね。で、何か、明日までに食べ物とヤスリを持ってこいと。なんか、職業は何だみたいな感じだったかな。で、鍛冶屋なんで。で、鍛冶屋だったら、その、ヤスリがあるだろうって思ったみたいで、食べ物とヤスリを持ってこいっつって命令して、じゃないとお前のこと食ってやるみたいな、なんかね、脅されてたんだよね。それで、貧しい家なんだけど、まあ、とりあえず何かしらはあるんで、それを持ってって、ヤスリと持ってって、で、なんとか助けてもらおうと思って、そのね、不老者みたいな人のところに行って渡すんだよね。で、その人は囚人なのかな。だから、鉄の鎖をしてるんだね。で、それを切って、で、逃げるようにそのヤスリが必要だったみたいなんだけど、で、警察が来て、このね、鉄の、なんだ、鎖が、壊されてる、ヤスリで壊されてるっていうふうに言って、で、直してくれと、鍛冶屋だから鍛冶屋に直しに来たわけよね。で、やべえ、みたいな感じになるんだけどさ。で、その、不老者みたいな囚人がもう一人いて、同じようなのがもう一人いて、で、そいつはもっとやべえぞみたいな話でね、で、あいつに捕まらないようにしろよみたいな感じで。で、この二人がめちゃくちゃ仲が悪いわけよね。それで、なんか、捕まる感じだったんだけど、ただ物語が続いてるんで、捕まってないんだよね。ただこの、不老者みたいな、食べ物もらった不老者みたいな人は、そこでね、割といい人、根が悪いわけではないっていうのかな。まあ、罪には問われてはいるけど、罪人ではないんだよね。なので、助けてもらった恩があって、で、その男の子のことをね、ずっと恩返ししたいと思って、生きてるんだよね。で、その男の子は、お金持ちのうちになんか通ってね、あの、奥さんっていうのかな、まあ一人なんでね、女性一人なんで、暇つぶしに付き合うみたいな、で、それで報酬もらって、で、貧しい家だからね、お金稼げるからっていうので、まあ、行くんだけど、で、まあそこでね、まあいじめられるんだよね。で、暇つぶしにいじめられるんだけど、ただその屋敷にいる自分の年に近い女の子が、見た目がね、美しいんだよね。見た目が美しいんだけど、性格は最悪っていうね、設定なんだけども、まあこの子は、惚れてまうわけよ。その美人の子にね。で、ずっとこの子と
結婚したいと思って、大きくなっていくんだよね。で、結局、この、屋敷でこの美人の女の子とことをね、この子が好きだっていうのを、ご主人の人が知ってしまったんで、もう来なくていいよっていうことでね、もう行けなくなっちゃって。で、結局、鍛冶屋で、大きくなる鍛冶屋の修行をして、で、大きくなるっていうね、感じなんだけれども、ある時突然、あなたは遺産を受け取ることになりますっていう人が来るわけよね。で、あなたは、なんだっけ、紳士紳士になりますっていうふうにね、来て。ただまあ、鍛冶屋さんは、もう奥さんは、気性の荒い奥さんはもうね、亡くなっちゃったらしいんだよね。だからその気の合う二人で生活してたんだけど、ただこの男の子はもうさ、その貴族のね、生活を知ってしまったんで、そこにちょっと興味があるわけよね。で、実は鍛冶屋になりたいわけではない。この人とは、気は合うけれども、自分は鍛冶屋になりたいわけじゃなくて、その紳士の方になりたいみたいなんだよね。だからやったーと思ってね、もちろん受けますっていう感じで、ね、もうワクワクでいるんだけど、このね、鍛冶屋の方は仲がいいからさ、いくら金積まれたって渡さねえぞみたいな勢いでいたんだけど、まあ結局はね、新進の方に行くっていう感じなんだけどさ。で、今まで貧しいところにいたのが、ロンドンかな、都会に移り住んでみたいな感じで、で、その名前は、ピップと名乗ると。で、その遺産は、誰から受け取るかっていうことは、詮索しないっていうのが条件で、なんか紳士になるんだよね。で、ね、そんな、紳士の集まりみたいのがあるんだけど、その紳士の集まりっていうのが、まあ、最悪なわけよ。もう最悪なんだよね。で、最悪な集まりで、まあ、お金持ちなんで、なんか武道会みたいのがあるのかな。で、その武道会みたいなところに、その惚れてまた女の子が、いたわけよね。で、再会したわけよね。で、その惚れてまった女の子は、そのね、最悪な紳士の会の中の一人と結婚することになっちゃうんだけどね。で、その辺からっていうか、家に、ある時、なんか知らない人っていうのかな、また変なね、男性がいるわけよね。で、どうもその人は以前に助けた人っぽいみたいのでね。で、結局、なんかどうやら、この人の遺産を自分はもらうことになってるらしいっていうね、感じなんだよね。で、でもこの人は、罪人、囚人、だから捕まったらね、絞死刑になるから、バレるとまずいみたいのでね。で、逃げるんだけれども、まあ、結局捕まっちゃうんだよね。で、えーお屋敷、もともと子供の時に通ってたお屋敷の人っていうのは、結婚詐欺にどうやらあったっぽいんだよね。まあお金はあるから生活はその後も困ってる感じではないんだけど、ただ、結婚式の日に、新郎っていうのかなが、まあ、逃げちゃって、とんずらしてっていうのかな。で、ショックのあまり、ずーっとそのまま時間が止まってるんだ、その人はね。だから、ウェディングドレスで生活してるわけよ。で、テーブルの上にも、ウェディングケーキがね、腐ったウェディングケーキが乗っかってて、ネズミが張ってるよみたいな、そんなね、汚いお屋敷で生活してんだけど、どうやらこの人の、結婚詐欺を働いたのが、このね、遺産をくれるって言った人のめちゃくちゃ仲の悪い、えーっと、囚人っていうので、こいつがどうやら悪いみたいなんだよね。
こいつが悪くって、で、こいつが、この結婚詐欺を働くのを、この人が手助けをね、しちゃったみたいなんだよね。で、この人も貧しくて、生活があって家族もいるから家族も養わなきゃならないんで、もう本当にその仕事は、嫌だったんだけれども、もうほぼ奴隷みたいな生活で耐えられなかったっていうのでね、あったんだけど、まあ結局、この人が捕まって裁判になった時に、こいつにね、たぶらかされて、俺はやることになったっていうので、で、この人は罪に、でも追っかけられてるから罪にはなってるのかな。で、この人が、絞死刑かな終身刑かなっていう結論になったんで、まあ、逃げてたよみたいな、なんかそういう感じみたい。で、この人のその、家族がいたじゃんか。養わなきゃいけないからって言ってた、子供に、男の子がいて、で、でも、その、遺産をもらったっていうのは、血は繋がってないっぽいんだけど、ただまあ、息子ってなんか呼んでるんだよね。で、娘もいたんだけど、ただ娘は結核かなんかで亡くなったよって聞いてるからね、すごく可愛い子だったんだけれども、残念ながら亡くなっちゃったらしいよっていうふうに言ってて。だけど、そのね、遺産を受け継ぐ子が、惚れてまった女の子が、これが実はこれのね、娘だったっていうのを知ってて、でね、あなたの娘生きてますよ。僕はその娘愛してますよって話にさなるわけよね。で、結局、なんだ。最終的にその惚れてまった女の子は結婚したんだけど、とんでもない輩なんでね、さっさと死んだらしいんだよね、旦那さんがね。なので、一人身なのかな。で、最終的には、じゃあ、一緒に暮らすか的な、なんかそんな感じだったかな、みたいな、話でございました。楽しんでいただけてたら。はい、ね。はい、じゃあ終わりでございます。あ、そっか。で、今日のあれか。質問ね。質問がさ、浄水器つけてますかっていう質問なんだけど、まあ、うちは浄水器つけてんだけどね。でも、なんか今後も浄水器つけ続けた方が、なんか良さそうっていうかさ、今うちについてる浄水器が、まあ高いやつっていうのかな。まあピンからキリまであるんで、そんなすごいべらぼうにっていうわけではないかもしれないけど、ただ私の中では高い浄水器なんだよね。ただそれはうちが古くてさ、あの、水道管が古いから、古いマンションだから、それだとね、その高い方のにしておいた方がいいっていうので、そっちを使ったんだけど、結局水道管が壊れてね、あっちもこっちも直したんで、結局水道管新しくなっちゃったんだよね。だから浄水器だけね、高級のだったけど、まあ次買うときはさ、そのもう一つのね、下のレベルっていうのかな。まあそんなに汚い水道管じゃなければいいよっていうね、浄水器にしようかなって思ってたんだけど、なんかね、どうやらね、もうね、日本だいぶやられてるっぽいんだよね。まあ空気も水も、あと何だったっけ、食べ物もか。全部やられてるっぽいんだよね。で、まあ特にやばいのが、沖縄と基地があるとこね、米軍基地があるところは、まあとにかくやばい。それはまあ分かってたんだけど、それ以外にもね、千葉もダメだし、
半導体の会社があるところな。半導体の会社があるところの水源がもうダメで、ね、だから、浄水器は絶対つけた方がいいよっていう話でさ、そうかと思ってね。だから今後もちょっと高い浄水器にしといた方がいいのかななんて思ってさ。で、東京もダメなんだよね。まあ東京はダメっぽいなっていうふうに思ったんだけどさ、千葉ダメかと思ってさ。で、貝が結構ね、悪い物質を取り込んじゃうらしいんだよな。ってことは潮干狩り。潮干狩りさ、ね、千葉の海に行くつもりでいたんだけどさ、千葉の海ダメかと思ってね。もう私生きてる間に潮干狩りは経験できなくなったんかななんてね、今日ちょっと思ったよねっていう感じ。大工さん、藤子さん、皆様、こんばんは、ボンソワ。LINE ディアストップ、ありがとうございます。てんたまさん、大工さん、こんばんは。本日もタロットカードタイムでございましたので、シャッフルしておりましたが、大工さんから LINE ディアストップいただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃーん。おっと、なんかそんな映画見てたから、そんな感じ。でも違うな。貴族の、映画だから、こんな戦うシーンは別になかったんだよな。戦うシーンはなかったんで、ちょっと違うな。はい、見えか。ソードの、やばい。ソードのナイトでございますね。今日の今の私たちに必要なメッセージ、情報が勢いがあるっていうのの逆位置だね。ソードナイト。ソード、ナイト。ソードナイト。どうですか？合ってますか？ソードのナイトについて動画解説。キーワード、勇敢、郵送、一般的な意味、逆位置。逆位置では正位置でのメッセージが過剰や不足として働きます。不足の場合は前に進む自信のなさが示されています。過剰の場合はやり口が強引で周囲に敵を作ってしまうことに対する警告です。また、向こう水に進んだ結果、ダメージを負う可能性が示唆されている場合もあるでしょう。救いとしてこのカードがもたらされる場合は、クールダウンできることを示唆している場合もあります。逆位置を不足として読む。自分に自信が持てないことが問題の本質であることが告げられています。実際の実力が不足しているというより、自分にはできるという自信がないことが課題であるようです。はい。理由や根拠を求めすぎず、まずは自分を信じることが大切であると告げられています。はい。過剰として読む場合、無謀な取り組みにチャレンジしようとしていることへの警告。チャレンジするなということでなく、今すぐチャレンジするよりも、一旦冷静になって取り組み内容を見直して、本当にチャレンジする必要があるのか、チャレンジするとしてもこの方法でいいのか、見直すように告げられています。はい。前向きな意味やアドバイスとして読み解く。
今はチャレンジするよりも少し様子を見たり、冷静に状況を判断した方がいいとアドバイスされています。人はチャレンジすること以上に何かを手放すことや、やらないと決めることの方が、かえって勇気を求められる場合があります。そうだね。何も考えずに突き進むのではなく、焦らず立ち止まって考えることが求められています。はい。そんな恋愛、結婚、家庭、まとめはないんだな。まとめをちょっとどっか違うところから。長いなぁ。まとめ。スピーディーに行動しよう。違う、仕事についてか。仕事についてだったな。でもまとめだからいいか。ソードナイトはスピーディーさや、論理的な思考を表します。正位置で出たらとても勢いがある。逆位置で出たら焦りすぎたり、軽率になったりしがち。むやみに働くのではなく落ち着いて、気力を充実させ、より良いタイミングに備えましょう。はい。というわけで、本日のタロットカードの意味調べるの会は、待て待てっていう感じかな。はい。楽しんでいただけてたら幸いでございます。今日はこのさ、映画見てる間な、もう暑いんだろうな。にゃんこ出てきてさ、もうすげえ私の周りにさ、いるわけよ。抹茶とぐーちゃんとさ、ゆりさんとでさ、囲まれて、私居場所ないんですけどっていう状態で見てたんだけどさ、もうさ、ぐーちゃんずーっと私の顔見てるの。ずーっと私の顔見てたよね。で、ふとさ、ぐーちゃん見るとさ、にゃーっていうわけ。もうかわいいの。なんだこれっていう感じよね。はい。あとは、昨日さ、夜、お汁粉作ったんだよね。急にね、小豆を煮たいと思って、昨日夕方、なんか、小豆煮たいなっていうふうに思って、小豆煮たんだよね、昨日ね。でさ、寝る前にさ、やばいよねって思いながらさ、お汁粉を食べて、お汁粉食べて、でもまあやばいからね、これ以上やめとこうと思って、冷蔵庫に入れてね。で、今日は朝ね、そのお汁粉を使って、小豆パンケーキを作ってね。で、食べましたよ。てんたまさん、ぐーちゃんかわいそう。ぐーちゃんがさ、かわいくてさ、なんだこれと思って。で、まっちゃんもさ、もうさ、そばでね、ぐるぐる言ってるわけ。なんで、もうこんな急に懐き始めた。懐き始めたんだ、この子たちは、みたいな感じでね、ずーっと見てんだ。で、まさか見てないよね、と思って見るとさ、見てんだよ。で、にゃーとか言ってんだ。かわいいなっていうね、いい感じでしたよ。で、お汁粉か作ってね。で、砂糖の量が半端ないから、これ1日で飲んじゃったらやばいよっていうのでさ、ね、今日もちびちび、ちびちび、ちょっとだけ、ちょっとだけって、ちょっとだけ食べようみたいな感じで、ちょっとだけ食べてね。まあでも明日で食べちゃうかなっていうね、感じだよ。ね、なんで小豆ってあんなうまいんだろうか。ね、で、あと今日作ったのは、まあ昨日は大根だったけどね、大根は昨日食べきっちゃったんで、
今日は白菜で昨日と同じようなことして、白菜の味噌汁ね。味噌汁に、昨日炊いた玄米の半分残りな入れておじやにしてで食べてたんだけど、で白菜も全部使わないでちょっと取っといて、それを刻んで、で、コールスローみたいにしてな、マヨネーズで和えて、で、食べましたよと。で、今日はあれか、昨日にゃんこにささみね、あげて食べなかったから、本当はにゃんこが食べたらにゃんこにあげようと思ってたささみな。それと、白菜を混ぜて、でね、コールスロー食べましたよ。てんたまさん、スマホの充電端子が壊れて充電できない終了積んだな。そりゃ積んだな。てんたまさん、対名券のコールスロー食べたい。まあ、それは、レシピがホームページに載ってるんで、ね、自分で作って、食べることができると思いますよ。そりゃね。で、あとは何の話があるかな。何の話がありますかね。今日は何かありましたか、ニュース的には。ヤフーニュースでも見ますかね。いろいろ積んでるよな。洗濯機もな。だからこの前さ、洗濯機さ、水出ないからさ、自分でホース持ってさ、洗濯槽に入れてるんだけどさ、なんかね、滑って転んだんだよね。滑って転んでさ、で、部屋の中にそのホースがさ、飛んできちゃってさ、で、なるべく早くさ、洗濯槽に水溜めたいと思ってからさ、すげえ勢いよく思いっきり水出してるんでさ、もうさ、部屋の中がさ、まあ水浸しでさ、もう最悪だったよね。ようやく乾いたかなっていう感じよ。もう泣きたいっていうか怒ってたけどね。さすがにもうイラッとして怒ってたけどね。と、インドネシア大規模噴火、津波調査、リニア全線最速、2037年骨太、まだ、走ってないんだな、リニアってな。でもまあ、リニア、日本にそもそもいるのかっていう説らしいな。それで、なんか、延期みたいなことしてるらしいよね。リニアが走って特にいいことないよみたいな、そういうことらしいな。パレスチナ国連への加盟が絶望的。いいんじゃないですかね。加盟しなくてね。伊藤忠など BM 社600億円で買収へ、お金がいっぱいあるよっていう話かな。話や。読売記者、紅麹問題めぐり、捏造、やっぱりな。やっぱそうだよな。国民年金65歳まで納付案な。もう、フランスだったら暴動起きるよっつってたよな。長谷部引退へ娘にまだ行ってない。誰だかわかんない。監督、作成、環境の改善わかんない。はい。吉井さん、天玉さん、自分もスマホ充電端子部分が、壊れた経験あります。買い替えましたね。天玉さん、吉井さん、ありがとうございます。解決策は買い替えしかありませんよね。私、スマホの充電端子だよね。スマホにつなぐ方かな。つなぐ方ではないけど、
コンセントに挿す方が、もうダメになっちゃってね。いやー、ね、買い替えるしかないかなと思ったんだけど、うちの中探したらさ、あって、だから結構ね、初期のやつをずーっと使っててね、使い回しで使ってて、で、とうとうダメになったみたいな感じでさ、その後に買ったスマホについてた、オプションがね、まだあったんで、それで事なきを得ずみたいな、ことがあったかな。吉井さん、修繕も可能かと思いますが、私は買い替えました。まあ確かにね、そんな高いもんじゃおそらくないと思うので、そういう場合は買っちゃった方のが、まあ早いっていうのもあるだろうしね。まあそういうの得意で直すの好きだっていう人だったら、それは直せばいいと思うけど、そうでないんだとさ、まあ道具だったり、あと材料だったりとかも、まあ必要だし、で、なんとかね、直したところで、結局またすぐ壊れるでしょうみたいなことがあるんだったら、まあそんな高いもんでないんだったらね、まあ今のうちに、もう物流がね、なんとかなってるうちに、買っといた方が、良さげじゃねえみたいな、感じで、ーっと、明日の天気って雨か洗濯、洗濯したいんだけどな、今日洗濯し損ねたからな、明日洗濯したいんだけど、明日雨かな。なんだっけ。カニタンさん、こんばんは。さっき目が覚めました。おはようございます。今から夜なのに、夜型かな皆さんはね。で、あとは、何があったかな今日はな。おはようございます。あと、おやつか。あ、そういえばさ、昨日、おととい買ったナッツのさ、ドライフルーツとナッツのさ、ミックスされたやつ、なんか食べたくなってさ、食べたんだよね。30%引きのシール貼られたやつな。でもまあさすがにさ、まだ賞味期限内で、賞味期限切れがまあ近いからとかさ、また商品入れ替えのためとかでさ、割引になってるもんだと思うんだけどさ、びっくりしたんだよね。食べたらさ、そのアーモンドとピーナッツが入ってんだけど、そのナッツのところがさ、すげえしなしなでさ、なんかしけっちゃったせんべいみたいなね、なんかしなしなでおおと思ってさ、だから30%引きだったのかと思ってさ、いや、でも賞味期限にないだったらね、こんなになるみたいなさ、まだね、うちでさ、ずーっと保管しててさ、忘れてたよ、みたいのでさ、いや、賞味期限切れてんじゃんと思ってさ、で、食べたらしなしなで、しなしなだったよ。まあ、しょうがないか、みたいなんだったらわかるんだけどさ。いや、買ってきたばかりのやつなのにさ、しなしなだったから、ちょっとびっくりしたよね。ただ逆にそれがなんか癖になっちゃって、昨日はね、ナッツを食べたんでさ、お腹空かずに済んだんだけど、今日はナッツがないのでさ、さっきそうだ、ドライフルーツあったわと思って、自分が干したさ、乾燥させた干しリンゴっていうのそれさ、冷凍庫で保管してたんだけどさ、そうだ、それあったと思ってさ、じゃあそれ食べようと思ってさっきね、出してきてさ、リンゴのドライフルーツ食べたんだけど、それもさ、なんかリンゴがね、ボケてたみたいなんだよね。なんかボケてたリンゴの、ドライフルーツ、干しリンゴだったんでさ、なんか味が、っていうね、感じでございました。そんな感じかな今日起きたことは、私の身に起きたことは。そんな感じだと思います。というわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、
調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とグッドボタンを押してスパッチャーを投げといていただけると、きたというた私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければお友達へのシェアもよろしくお願いいたします。今日は無事に、ライブが続けられてよかったよ。あとは、マチャが全部食べてくれると嬉しいよ。というわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。